サイのです。マサイ。さあ本日はですね、はい、なんでしょう。ちょっとあるコラボ動画でございます。誰もいなくね。今はいません。お来週あります。来週？先の話なの？ということで本日はですね、クイズノックさんとのコラボ動画でございます。なんか嫌な気配するぞ。クイズノックさんはいい人なんだよ。で、クイズは別に嫌いなんだよ俺。嫌いなんだよ。クイズが嫌なの。もうなんか何々しなさいって言わないでほしい。問いでね、問いで。もうちょっと丁寧に言えよと。そう、頭つくんだよね。クイズノックさんは好きで。ただクイズは嫌い。オッケー、分かった。その認識は分かったわ。今回クイズをしていただきます。残念でした。まあクイズというか、まあもっとめんどくさいお勉強をしていただきます。お勉強すんの？なんと今回はマサイ VS クイズノックさんのクイズ対決企画です。いや、カトラもね。ミジンコ。ミジンコの方が頭いいかもしれない。マサイ高校生の時にテストの9教科28点とぐらいだね。合計でね、っていう伝説を残しましたけど、そうだね。でもちゃんと出席とか授業もして、きちんと高校の専門も卒業したと。意外と学校行ってんだよな。そう真面目なおバカさんなんで、今回さすがにクイズノックさんと比べると、我々なんかもうミジンコじゃないですか。マジで比べ物になんないよね、多分ね。けどルールさえ整えれば対等な対決が実はできるんじゃないかと思って、どうやって今回ハンデ戦のクイズ大会。なんだ、どういうハンデなんだ。今回の企画、説明します。1週間テスト範囲を全て分かったおバカ VS ノー勉強の天才たち対決でございます。いやだってテストって思うんだよ。まあ学生の時ね、我々テストっていろいろやってきましたけど、ましてみんな通るやつだよな。でしょ、あれってまあある程度ね、事前に予告されて、ある程度の勉強範囲の中からここからテストが出ますと。だからそういうのがあって、なんか先にこう問題とか回答を覚えておく。そうそれでさ、やっぱちょっとテストでいい点取れたりとかさ、まあテストでいい点を取っていい学校に行ってみたいなのを踏んでるはずなんですよ、クイズノックさんたちは。絶対ね。確実にね。ノーベンでいけるわけないもんね。そう、ノーベンっていうのを多分クイズノックさんやったことないと思うんだよね。本当かな。まあいくらね高学歴、そしてもう超最強クイズ集団とはいえ、試験範囲が分かんなかったら試験範囲を完全に網羅したおバカでも勝てるんじゃないかと思って。なるほど。でただ勉強をしてるんではございません。ちょっと勉強したぐらいじゃ絶対勝てないでしょ多分。それはそうだよね。俺たち多分全然勝てないと思う。だって理解できてねえから点数取れてるんだよ。確かにそりゃそうだよ。その通りでしょ。だけど今回問題文ごと回答ごと全て事前に1週間前に君に差し上げます。当日出る問題全部分かってます。最強じゃんそんなの。だがしかし国数 A シャーに、5教科ね、5科目今回均等に3問ずつぐらいやるんですけど、うわ、なんか全部出てくるんだ。ちょっと多めに渡します。本番その中からどれかが出ますっていう問題文全て先に作ったので差し上げます。じゃあ俺暗記するってことか。つまり暗記するもよし、ちゃんと勉強するもよし。無理。ただね、やっぱちゃんと勉強しないと覚えられないもの混じってるんで。やだマジで。俺マジ Z 界みたいな感じだから CM の。俺は勉強が嫌いだーだからねマジで。本当にその通り。今回勉強した範囲が確実に出るんですよ。なおかつ早押し当日は。なんでこの問題を先にマサイにプレゼントします。漢字の問題とか出るけど、漢字の問題出るの？けど答え分かってんのよ。それさえ覚えておけばいいんだから。マックスでも各曲5問ぐらいしか出さないんだよこれ。ほんともう勉強がない大人がすごい幸せだったのに、もうまた勉強しなきゃいけない。なるほどね。勉強したくないからちゃんと卒業して大人になったと。そうなのよ。もうだから学生大嫌いなんだよ俺。もう勉強本当に今楽しいなお前。めっちゃ楽しい。ただマサイでも覚えられるレベルにきちんと下げてあるんで。本当に？だから逆に言えばクイズノックさんたちからしたら普段出ないレベル帯の問題だから、頭良すぎてあの人たちは出てこないのか、日常生活。そう天才はバカにはならないだからマジでちょうどいい問題にしてあるんで。けど引っ掛け問題にもなりうる問題にもなってます。例えばね、太陽系の惑星の中で太陽から3番目に近いのは何でしょうみたいな問題です。それが3番目なのか2番目なのかみたいな2個ずつぐらい入れてるんで、そこのところだけちょっと変わります。そのうちの1個が必ず出るから。良心的。そうだから問題文を聞いて何番目っていうところさえ聞いてる、瞬時に聞いてればパンって押せるから。お、強っ。
それなら勝てるんじゃないかああ確かにという形で今回ちょっと問題文渡します。多分もうここに並べてるやつってまず多分分かんないと思うね。マジかよ。けどちょっと覚えられそうなものを厳選しました。でもこれでなんか対等に戦えるようになったら面白いね。面白いでしょ。6日半後ぐらいにそのコラボ動画があるんで、あまあちょっと1週間一緒に勉強手伝うんで、ありがとうございます。よろしくお願いします。いやよろしくお願いします。俺は東大王を超える。そうだよ、東大王に勝ったって言えるからね。言える。クイズでね。待ってろよ。バカだ。よし、頑張りましょう。コスモス勉強うちはしてますか？アジカタツムリ。そう、1週間答えを知った状態で思いっきり勉強したやつ VS ノー勉強の天才っていう戦いをしようと思って。じゃあマサイが今勉強してる側でしょ。そういうこと。超有利。そうだよ。どうですか、マサイさん。おいおい、どうした？調子はどうですか？なんか過去に戻った気分。進歩してないじゃん。ダメじゃんそれ。いやでもなんか記憶力上がってんなって気がしてる。本当？じゃあちょっと社会の問題出していい？来いや。じゃあいきますね。でメンバーも分かったら全然答えていいですか？どんな問題出んだろう。いきますね。じゃあ日本の最も西にある島は？与那国島。正解。お、すごい。いいね。強い。日本で最初の伊藤博文。どうもすごい正解。総理大臣。総理大臣ってのは分かった今。すごい、マジですごい。日本で一番3677m。あー違う。あちげえ。さんの高さが。そう。 3577。違う。正解。みんななのか。 3776。もうでも早いね。本番は早押しなんで、早押しする癖もつけてる。って言っちゃダメだ。次理科の問題です。はい。太陽系の惑星の中水でまだわかんないですよこのパターン2個あるんで。そうだあ、そうなんだ。太陽系の惑星の中で太陽から2番目に近い惑星は？金曜じゃねえ。金星。正解。金曜。そうだからマーサイに渡してるのは最もか2番目が出てくるんだよ。だからもうって言った瞬間かにって言った瞬間にもうすぐ押さないとそうだね。ダメですからね。もう一問いきましょうか。ガラス、紙、アルミホイルのうち電気を通すのは？はい、アルミホイル。正解。勉強してんじゃんマサイが。これはすごい。いいじゃん。早いよね。マサイさんお疲れ様です。なんだっけ。すごい頑張ってるもんね勉強。虫に。俺は感動してるよ。ね虫が嬉しいんだよ。マサイが漢字勉強してるのが。えねえありえないよね。牛に渦巻いた虫がいて、そこで牛が食べに来ました。マサイなりの覚え方があるんだよ。牛が食べに来た。そう漢字の勉強ね紙とペン大変なんでパッドで練習してます。いいね。俺なんかさっきジョナサンで勉強したもん。そう一緒にな。高校生かよ。自分のためじゃない、これ YouTube のためやってるから。偉い頑張ってほしいね。やります。なんとかマサイがギリ勝てる戦いを今回用意したんで勝たなきゃ。お願いします。でも相手とんでもなく強いからな。どうもしてたのです。マサイ。また。そして。ハローキズ現象の伊沢です。山本です。だからね。よろしくお願いします。1年ぶりぐらいのコラボでーす。お邪魔しております。こちらこそお邪魔しております。前回はフィッシャーズハウスに来ていただいたんですけど、ね今回はオフィスに。ね、来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。初めてです。というわけで本日はクイズノックさんとコラボということで、ちょっと僕たちもはい。クイズ企画をやろうと思います。おーいいじゃないの。当然よ。俺らが。いやでもね、マサイ君は知ってるんです今日何やるか。まあそうなんですよ。山本は知らないんですけど。突然翻ったね。そうなんですけど、今日マサイはこの日のためにいろいろ準備をしてきました。で今日やりたい企画発表します。はい。試験範囲をめちゃくちゃ勉強してきたおバカ VS ノーベンの天才たち。なるほどね。だって皆さんテスト今まで学生の時いろいろありましたけど、勉強しないで臨んだことってさすがにほとんどないんじゃないかな。まあオールノーベンはちょっかな。ねえ勉強されますよね、さすがに。多少はね。まあでもやっぱ世の中にはしてない人間もいるんですよ。そうこれが YouTube の不思議なところで、まあ学力こそまあね学力関係ないじゃないじゃないですか。まあそれをうまくこう見せたりとかありますね。我々はどちらかというとちょっとそこまで賢い方ではない。そうですね。チームなんです。前回のコラボの時まさにおバカ聞いてた。そうなんです。この人よりおバカな人出会ったことなくて
まあ慣れてるからいいけどね、なんか今は嬉しいのよ。そう逆にねそう今そういう人みたいになってるから。今日本当にマジで勉強のクイズ対決します。国数 A シャーリーやります。でそれを今回ねざっくり問題を何個かずつ作ったんですよ、教科ごとに。で問題文そして回答まで彼先にして問題文ただどれが出るかわからない状態でちょっと多めに渡す。なるほどとか似たような問題文があるっていう状態の今日もうカンニング状態のマサイ君です。普通問題文だけだったりするのよ回答までなんかそこまでしたらようやく同じぐらいなのかなと思って今回ちょっとそのレベルに挑戦させて。これ面白いねだから今日めっちゃ早いっすよ。なるほどね。僕は YouTube のためだったら勉強しますからね。おお本当に。ある重ね対付け焼き場どうなるか見てやるじゃないか。そうなんです。僕はもうほぼゼロなんで。もうなんで今回ほぼカンニング状態のおバカ VS 脳勉強の天才でよっしゃ対決をしたいと思います。面白いよっしゃ。まさいけそう。いや久々に覚えたよね漢字を。何が出るかバレちゃう。出るんだね。やった漢字が出るならもうこういうところでバカ出てますから。すでにちょっと言うと確かに救いようがない。変に聞かない方がいい。よしということでやっていきましょう。お願いします。今日の対戦相手だって空白の問題文でも当てられる方だったんですよ。そらな。そうだからそれ見てもうカンニングした状態でも負けんじゃねえと思って、ちょうどいいところに。これはマジでいい勝負よ。いや、ちょっと気になるわ。よしということでじゃあ5科目今回やるんですけど、1科目ごとにクイズノックさん1人ずつ出ていただきます。はいじゃあ国数 A シャーリあるんですけど、はいどうする？まさにさ理科と社会だったらどっちがいい？社会で。じゃあクイズノックさん誰が出るかよしお願いします。社会は僕がやります。おし伊沢さんということでマサイ VS 伊沢さんのクイズ対決です。すごい。いや本来なら絶対勝ち目がない。それはそうや。もう俺は空白だからね。けど社会は得意。僕はめっちゃ得意ですね。なるほど。東大西も8割ぐらいは両方すげえ。強すぎる。これてたんで、まあまあいけんじゃないかなと。なる僕ほど。たちには想像の及ばない域だけど。で今回ちょっとハンデのところをね、こっちが調整したらどうなるか分かりませんもちろんが、じゃあまずは科目社会からはいいきましょう。こちらは早押し問題になります。よっしゃ早押しな。問題を答えが分かった時点で押して答えてください。はいで問題文そんな長くないです。はいなので僕さっと読みます。はい分かった時点で回答をお願いします。任せろ。もうじゃあマサイいい？本当にやるよ。いいよ。まず1個だけ。早くしないと忘れちゃうよ。どうせこの動画終わったら忘れちゃうよ。いるな、こういう学生。よし。じゃあまずはこちらの問題です。はい。社会からの問題第1問。日本の最も西にある島はおおマサイはい。答えは与那国島。うわ。正解。来た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 。覚えてるぞ俺。嬉しい。マサイ正解。これやべえぞ。思ったよりやばい。ほぼ同時だったよ今。ねえオップの僅差でマサイが押し。押してたけど、あとでも俺正直今与那国島は出ない可能性全然あるなと思ってた。忘れやすい単語だろうと思ってたんだけど、やるな。確かにやっぱ一度まさかの与那国島絶対出ない。出てこない。そうやっぱ一度コラボしてるからマサイのね具合分かってるから。こんなもんだろう、随分超えてきた。変わったぞ、マこれサイは。がカンニングと勉強のパワーです。よし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 。ということでまさかのマサイポイント。おっしゃ来た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 。まだ1個だから。まだ1個だから。まだ1個。あと2問いける。よしということでじゃあ第2問目いきます。これ絶対に取らないとやばい。日本で一番高い山は富士山ですが何メートルでしょうかっていうのを言おうとしてましたけど覚えてますか3776メートル。覚えてる。
わ。これ5問やりましょう、せっかくなんで。5問やろうこの調子なら。あそうね。でも今2問やって分かった。これぐらいの感じで押すっていうのをチューニングできたかな。オッケー。次はね絶対に勝つ。やべえ、問題文の予測が始まる。クイズのうまさもあるんだもん。そうなんだよな。じゃあ3問目いきましょう。オッケー。いきます。社会の問題です。日本で最初の総理大臣は誰か。おー、した伊藤博文。ー。正解。やれたやれたやれた。オッケーオッケーオッケー。来た来た来た。押すのが大事だわこれ。もう分かってんだから問題文。ってなったらこっちはまず先手取って1か8かでいくしかねうわガチできた。え。よしこれでいける。もう取らせん。よし、じゃあ次の問題いきます。日本の最も東にある伊沢さん。東にある東にあるはだから南鳥島。正解。すごいね、俺まさに答え分かってっから取られたの分かんない。強いやつのリアクションができるようになってる。全部分かってるから。さあ2対2です。いい勝負だ。期間。あ、これでバランスちょうどいいかもね。バチバチだ。バチバチだ。ということでやるしかない5問目最後の問題いきます。俺は問題文聞き終わんねえと分かんねえんだよ。この問題を取った方の勝ちです。よしいきます。問題です。世界で一番広い砂漠はサハラ砂漠。正解。やばい。ということでこの科目はクイズノックチームの勝利。よっしゃいやでもめっちゃいい試合。いい勝負。このなんかどっちかしか光らないシステムがちゃんと使われると思わなかった。そんなの戦いないと思ってたし。押してはいるからね。確かに。そうそう。いやすごいわ。まさに今のもだって多分分かった。サハラ砂漠ね。まさかすげえな。答えを分ヨかってる。ル鳥島、南鳥島、サハラ砂漠、伊藤博文、あと3776メートル。社会科ね。まさに社会科。面白い。面白い。あ、じゃあいいバランスかもしれない。いいバランスだよこれ。すごいな。いい戦いですが、この問題は俺たちの勝ちだ。そうでしたわ。すごい。これだからやり方だな。やり方が分かった分ちょっと勝てるようになったけど、またね問題が変わるとちょっと分かんなくなる。そうですね。そうなんです。必ず早押しとは限りません。これはいい勝負覚えてるから俺。じゃあ今回ちょっと1ポイント取られてしまったので、マサイが残りの科目から次の問題をチョイスできます。いいね。はいはい。じゃあ国数 A、理、どれいきましょう。国国語でじゃあ。なんで国語で驚いたいや、ここやばい。それいくんだって感じです。いやマサイがむし結構ろ、いやむしろもうやんないと消える。あ、そんな暗記パンみたいな感じなの。じゃあクイズノックチームから国語の問題を解く方を決めてください。これだってボードがあるってことはもうね簡単になるかな。頼むよ。頼む。行きましょう。じゃあ山本で。さあ、山本さんが来ました。チェンジ。本気だよ。還元1級持ってるんです。そうですよね。強すぎんだよ。どうやってやるんだよそれ。試験受けんだよ。中学生の時でしたっけ、12日。そうですね。中学生の時に準1級を。はい。すげえよ。先生からなんか4級5級受けませんかみたいに言われる時期じゃない。あ、ね、そうだよね。俺らはね時期的にはね。お前らなんか言われたの何級受けないって。え、言われなかったの？全く。先生から提案もされないのさい。そうか。いや、さすがやっぱクイズノックチーム、やっぱ勘がいいです。国語の問題、漢字が出ます。よっしゃさすがです。ということで、この国語の科目は5問漢字の問題を出します。で、書けなくなった方が負けです。おお、いいね。なるほど。早押しではございません。だから確実に書く問題でございます。脱落式ってことね。そうなんです。書き順問題ない。書き順は問題ないです。書けてれば判定は甘くいっていい。あんまり難しい漢字だとまさに大変なので、ちょっと癖強めなチョイスになってます。なるほど。ということで問題いきます。国語の問題です。コスモスを漢字で書いてください。ああ。なるほどね。ちょっと学校で習う系じゃないかな。難しいかもしれないね。まあ難読ってほどでもないけどちょっと読みづらい。そうそうそう。まあでも覚えといて損はない。当て字っぽいという。そうそうそう。思ったより難しかった。確かに想定していたよりは。だって頑張れマサイってね、漢字書いてるの見たことないもん。いやだからいや恐れ多いことにねサインを書かせていただく機会もあるんですよね、あるんだけどその宛名のところを絶対に書きたがらなかったなんでかって言ったら字が書けないからね。なるほどね。そうそうそう、それぐらい漢字が苦手ですね。
ということでなんとマサイが書き終えている。おどうだ。聞いたところやっぱこの問題渡すまで全部わかんなかったんで、今日完全に覚えてきてます。ということでお二人揃いましたでしょうか。はい。じゃあコスモスお願いします。せーの。はいおお。もう秋の桜。同じですかね。桜。なんか形はまあ許します。そうだけどもう枯れてますが正解。俺のコスモスはない本当にあんまり漢字書いてきてないんだな書いてきてないんだよ正解です。もうねでもすごいじゃんマサ一問目通過。でもかけてはいる大嫌いな科目で一番いやすごい。じゃあ2問目いきましょうか。マサイが忘れないうちに。じゃあ次の問題です。よし。2問目うちわを書いてください。まさに書けるのこれうちはねうちはって山本さんは余裕そうだね。なんかねこれでも街頭インタビューとかでやったら結構正解率低いと思う。そうねパッと思い浮かべるの難しい全然簡単じゃないあしゃい早くすごいなマサイ。フィニッシュ英語であしゃいすごいな。なんか嬉しいね俺らはね。俺も嬉しい。揃いましたでしょうか。はいじゃあ回答せーのでお願いします。せーの。はいおおすごいなんか嬉しい。正解お二人正解でございます。もう綺麗より正解です。見本みたいだね。そのフォントくださいよマジでそのポンとっていやすごいねよく覚えてたねマサイ。本当にね奇跡だと思ってる自分ーいや抱えてる動きとか難しいいやめっちゃむずいですなんとなく言葉で覚えてるんですというと口の中に澄んがあって扉の一部がアリの羽が生えてるみたいな「と」が入ってる絵描き歌みたいなね。丸々段の段を口と寸に分けてる。ひとまとまり。みんな段は段だ。確かにそこすらマジで俺そこやマジでダメだよでもやっぱ山本さんもさすがですね。強いこれはミスれませんよいやよどみない。さあこれちょっと次定番っぽい問題お。 3問目アジを書いてマジですねマジあまあねちょっと魚シリーズはいはい。結構いろいろありますね。ちょっと今ポロッと言いそうになったけども。マジねそうそうこういうのって混ざるからね。はいおい自信満すごいオッケーだよちゃんと覚えてるよクイズが分かる喜びをかみしめてる。いやこれいいな天才になりて名言が出まさにこれが勉強ですからね。皆さんは勉強してきてこうなってますからいや定食屋さんとかでもひらがなで書いてあること多いけどねえ。さあそんなアジですが2人とも回答をお願いします。せーの。はいいった2人とも正解。むずいと思うけどね味はすごいねこれはですね魚がいて無と大のなんか爪みたいなそこも分けてる魚無大爪ラストの三角爪痕なんですよ。普通の人は3とかでモンハンのオープニング思い出した漢字にモンハンありませんから。ロゴにつくやつ。っていうのねでも覚えてます。覚えてる山本さんはまだ全然大丈夫。そうですねまあどっちのアジで書こうかなみたいななるほどなるほど。難しいもんもあるっていう確かでもやっぱアジとかはやっぱ魚辺の感じって紛らわしいんで結構ちょっとヒヤッとするに。そうなんだ。ヤレスミスも。まあでも僕は魚の漢字多分これしか書けない逆に混ざらないこれしか知らないそうこれしか自信がないちなみに好きな魚は？ホッケです書けるようになった方がいいですねえそうですね魚辺に花ですね花なんだっけ書いていただいたら。まさに火みたいなやつ違う花書けないまさに草冠に火だじゃあ北がだからこういうレベルだ花書けないそんな彼が今日アジを覚えてきたんですよ。逆にすごいすごいですよね。すごいそう草冠に仏だっけいい話聞いてた。じゃあまず仏より先に花を習いますからそうだ仏は全然あったね忘れちゃうからね次行きましょう。さあなんとあと2問。ちょっと難しくなります。はい。多分最後が一番むずいです。ということで次の問題4問目です。カタツムリカタツムリね書いてください。いいですね。まさにさんがカタツムリ書けるすごい書けたら
いや俺もこの辺で落ちると思ってたんだよ正直。いやそうだよね。漢字は捨ててくると思ったんだよ。いやこれしかも覚えづらそうこれ。確かに。よし自信ありそうだよ。覚えてる俺。覚えとるよ。これが勉強の喜びなのかということで2つ目せーのでお願いします。せーの。はい。何？ちょっと待って。ちょっと待ってよ。バターが乗ってます。よく見比べて見比べて。美味しそうに。なんかトッピングがトッピングがねちょっとね。あ間違惜しえいということでなんとここでまさに不正解。山本さん正解です。よっしゃ。これは痛い。惜しい。ということでこの国語もクイズノックさんチームの勝ちです。やったー。あらいい勝負だったけど。惜しかったね。惜しかった。やばこれ。なんか虫に渦湧いて牛が食ったみたいな感じで覚えたのに。ああなるほどね。そうそう、渦回るんで回るって書いちゃっゲージで覚えてるから。渦が回ってるからね。た。やっちまったわ。え待ってやったわ。ちなみに最後の問題はいけた。バラ。バラかけ。そう最後の問題がバラだったんですよ。バラはちょっとじゃあ2人試しにバラバラやってみよう。バラってむずくね。そういやだから俺これマジでマサイが覚えてきたらもういよいよ今日本気だなと思って。おーじゃあバラ書いてみる。だってさ花が描けない人があ確かにそれは確かにそうですね。うわ奇跡が起こるかもしれない。花を描けないのにバラ描けないと世の中に一人しかいない。そうですね。バラの花描いてくださいって言ったらバラ描いた後にいやでも書けんのかな。でもマサイのペンは走ってんだよ。じゃあ同時に見ましょうか。せーの。おい。あれあ、同じじゃない？合ってる合ってる。合ってる書いた。書けないやつだ。嘘すげえ本気だねマサイ。本気だって。だってクイズロックとの勝負だぞ。すごいな。すごい。それはやるよ。うわ。だからなんで回っちまったんだよマジ。人類の奇跡を見てる。進化してます。するんですよ。進化するわ。すごいよ。でも鼻かけないんだもんな。こけない。よしじゃあこの調子で次の科目いきましょうよ。そう残りが算数、英語、理科。ここもじゃあちょっとまさに取られてしまったんで選択肢あります。英語いきます。英語ということで次の科目英語です。じゃあ僕いきます。お願い。お願いしお願いします。ます。黒さん英語どうだろ英語も普通だね。う。普通。でも僕らの知ってる普通は違う。普通のレベルがね。桁が違うから。僕たち税関で15分ぐらい止められますということで今回英語の問題はゲームでいきます。ゲーム。英語のリズムゲームで戦っていただきます。いいね。いいね。こちらの問題はいわば山手線ゲームであるお題があります。例えば、飲み物だとしたらパンパンコーラとかみたいな感じで一つずつそのお題に沿った回答を英語で答えてもらいます。なるほど。いいね。発音は結構甘めにいくんで、これでもリズムゲームってさ一瞬のひらめきで出なくなることあるから勝機あるよ。まずだから一応引き出しは全部ね整えた状態ですけどこれが開くかどうかだけだからなと。やっぱ誰か歩くたびにその振動によってどっか行っちゃうんだ。天才。ドンドンバーンって行っちゃうんだよ。いやここは1ポイント取れるチャンスなので2回戦います。おーじゃあまず1問目カレーの具材でいきましょう。英語で。これあれだもんね。カレーの具材もちゃんと知ってないとね。そうカレーに入ってる具材です。トッピングもしっかりルーの中に入ってるであれば大丈夫です。なるほど。ミスターこっち福良さん野菜が食べられなすぎて何？普通のカレー食ってねえぞ。うわーでも大体具材だったらオッケー。しびれればね。よっぽど変なもの言わなければ。そうね。頼むよ。頼むよ。頑張ります。いや、これあるかもな。どっちからいきますか？マサイからいきます？まあ知ってますからね。知ってますからさすがにそこはやらせていただきますよ。よしじゃあテンポは何々何々ぐらいでいきましょう。ということで英語山手線ゲームお題はカレーの具材。よーいスタート。せーの。コーン、キャロット、ポーク、ビーフ、チキン、チーズ、エッグプランポテト、ト、トマト、オニオン、
何にびっくりしたって、カレーの具何でもいいって言われてて、1個目にコーン来ると思う。確かに入ることもあるけど、まさか1個目にコーンと思って。動揺させた。いやすごい、この問題マサイ取りました。すごいよ。マサイこの時点でもう負けはなくなりました。よしよしよし。引き分けが勝ちです。これだけでもということで、じゃあ最後の問題です。スポーツの名前。じゃあスポーツの名前を英語で言ってください。山手線ゲームスタート。せーの。ベースボール、サッカー、テニス、ゴルフ、バスケットボール、カバディ、インディアカ、アイスホッケー、バドミントン、ラクロス、柔道、剣道、競輪、フェンシング、相撲。惜しい。ということで福田さんの勝利。惜しかった。でもすごい戦い。まじどっち勝つか分からなかった。結構英語と言っていいのかとか微妙な気もしたけども、でもそれが分かってるのもね。やべやべ、心臓爆発する。ということでこの科目引き分けです。でもすごかったな。まさに取ったよ。でも1個。そうだよ、取れたんだよ。カレーの具材で。いいぞいいぞ。その調子でじゃあ次の問題いきましょう。いいね。3問題とかいきます？算数でいきましょう。一番強いやつが言った方がいい。じゃあ僕いきます。おお、本気ですねやっぱり。ということでこちら算数の問題は早押し回答でございます。なるほど。計算問題を出します。それを先に回答書いて早押しして出した方の勝ちです。なるほど。数字は彼に教えてないんで、さすがに36になる問題を出してちょっとそれは問題としてやばいんで、だからなんか結局は計算しなきゃいけないですよ。そうだからどう解くかだけは彼に教えて。なるほど。なのでちょっとここは若干ハンデがあってもいいのかなと思うんですけど、本当にマジックみたいなことが今から起こる。これはね、本当に。一旦5秒とか10秒ぐらい。自分で言った。おお、じゃあ10秒でいきましょう。正直なこと言うと1時間欲しいですけど。さすがに負ける。お、じゃあマサイにまず出題ですね。算数の問題です。用意スタート。うわ、なるほど。なるほど。この10秒やってみよう。あー、やばいやばいやばい。 25。少々お待ちください。違うか？違うよな。じゃあ考え直してください。ここ秒数残りね2秒半あるんで。はい。再開。はい。はい、10秒経ちました。ああ、なるほど。はい。22。正解。びっくりした。まさに22です。22。あ、俺やべえことしてる。3回で5で15になるじゃん。はい、最初に。ここ15ね。そう、掛け算を先にやることを覚えたね。で、俺3と2で足しちゃったの。で、またその後また2と3で足しちゃったの。ああ、なるほど。ああ、この3が2回来ちゃった。それ読んじゃった。バカじゃん、俺。でも間違いに気づけたね。どんな問題かわかんないからね。では10秒間用意スタート。ピッ。うわ、なんか手動いてる。え？手が動いてる気がする。3、2、1、おーどうだ。 30。正解。なんとか10秒以内に解くことで成功しました。おー、すごい。解き方も不思議だしね。ちょっと待ってよ。見てこれ。何のメモなのか。丸20。最後の勝負です。ハンデ5秒でいきます。用意スタート。5、4、3、2、1、スタート。いけいけ。頑張れ。余裕を持って25正解。ここはクイズノックチームの勝利。マサイは何が引っかかった？ 19と6を足すのに時間がかかった。マサイ奇数が来るとちょっと難しそう。これポイントは7と3を先に足すと10が作れて計算しやすいんですよね。パーツバラバラにすればいいんですよね。そうです。ということで最後の競技は理科です。理科な。ここはチャンスかもしれない。
もはやまさに1本でも取れたそう人生にいや勝ちたいよ。俺勝つために1週間頑張ってきたんですよ。じゃあ最後理科の問題なので誰が出るか選んでもそうだね。おー一応俺文系かな。文系ですか。こっち2人は大学で物理とかはそう聞くと伊沢さんチャンスかもしれないそうやねつけ入る隙があり伊そう沢さんで。おっしゃさあなんと1戦目に早押し社会ではい負けてしまいましたなんと理科も早押しおい巡ってきましたまさにここで返すチャンスよ相棒になってる。本当にさあこの科目で最後の科目ですバカも頑張れるんだっていうのを今後のとして自信を持ってもらった勇気を与えられるあいつ1週間で人ちげえじゃんあんな熱く語らなかったよね変われるチャンスあったのそれもそうです熱い男になってるまあそんな熱い男まさひさんはい伊沢さんとのクイズ対決ですよし負けないよ。俺も仕事だからねこれ。クイズが仕事そうそう本業だから。さあじゃあ5問出題します1問目問題です太陽系の惑星の中で太陽からこれ2番目だろあれこれ火星じゃないあ違う火星じゃないもう一回いいですかいいですかなんですかどうしたどうしたあオッケーオッケーオッケーこれ金星ですよ正解どういうことどうしてこれはチート問題これはチート問題意味が分かんないんだけどこれはチート僕はちょっと未来が見えてしまったんです見えた。まあ問題文知ってるからそうそうね。ただ似たような問題文が大体2個ずつぐらいあマジか。そうどっちが来るか分かんないの今運よく当てました問題文全く一緒に作ってるんで、今区切ったところだと分かんないようになってる。ああなるほどね。まさにね今分かった風で言ってたけど今の段階じゃ分かんなかったなんだよく当てたな。マジでたまたま次の問題いきましょうかよし。でも分かった分かった。よしそういうこと。俺も分かんねえよそんな俺も攻めるしかない。ということで問題です赤緑光の三原色まさに青だろ正解マジかよ。赤 RGB だよ問題はね赤緑光の三原色のあと1色は何でしょうわでもそこまではなんとなく分かった。押されたとこで分かったけど押すのが早いわ。俺が思い出せる速度と理解される速度ですそういうことになるそこの勝負だ。やばいでもね今の完全に負けてるからちょっとやっぱね上気を逸したポイントで俺も押す。今ねここだけ切り抜かれたらだいぶ営業妨害だ。そうだよ。やばいやばいやばい。さあなんとまさに王手きたすごいよ。残り3問で来とるぞ絶対に入れてる。次は絶対。いやここは勝ちてえな理科の問題です赤色のリトマス紙が青になるとアルカリ性。正解や正解でございます赤色のリトマス紙が青になると何性でしょう答えはアルカリ性2対1思い出す前に押す。これが大事だ。確かにそう思い出すスピードでも負けてるかも絶対4問目いきますガラス紙アルミホイルのうち電気を通すのはどれでしょうもうし負けた。アルミホイル正解マジで負けた。まさによく知ってるねアルミホイルは電気を通すからそういう問題だよ正解でーすさすがになんとさすがに理科は取りましたあったやつやったよかった最後の最後に1本取ってでもこのスピードでもギリギリだから俺も押されたとこで分かったけど押すのが早かった。これ試しにさマジで何も予習してない理科の問題1個だけ出してみていいですかそんなの知らないっすよで理科の問題、はいまさにマジで勉強してないとか何も知らないですねはいでこれがリアルという。リアルなそうですでいきます植物が光光合成あ押しちゃったこれはねやっちまったかもしれない。酸素。違います光合成したら出るやつですかこれ分かんないよ。だから本当に勝つ可能性がある。確かに確かにまさに問題文そうだからこれ選択肢があるパターンのなんだろう光合成したら何が起きるいやいやもうで普通に読みます普通にね植物が光合成を行うために必要なものは水、光ともう一つは何でしょうか光ブブ
風だよ。話聞いて。水光あと一つなんでしょう。また光与えちゃってるよ。光マシマシだよ。お前それ。すごい。土。それ植物が育つ。必ずしも必要ではない。水と光があってで、あと一つ。二酸化炭素だ。正解。マジかよ。あいつらは二酸化炭素を吸って酸素に変えるんだよ。すごい。それ知ってたの？エコだから。いっぱい入れた。まあこれが、今回のマサイの努力の成果でしたが、今回クイズノックチームの勝利。やった勝てん。ー。いやかなり面白い企画で素晴らしい。ありがとうございました。いやマジで漢字は悔しいね。漢字引き分けまでいけたもんね。あの回転さえなければね。よかったわ。寝る前ずっとあれ出てくる。でも逆にカタツムリこれで覚えたんだね。カタツムリなんだっけ寝る前出てこんねんこれ。ということで今回フィッションズとクイズノックさんのコラボでございました。ありがとうございました。クイズノックさんからチャンネルでも動画出てるんで、ぜひぜひそちらも謎解きやってもらってます。チェックしてみてください。勉強は楽しいぞ。いい。それではチャンネル登録グッドボタン改めてお願いします。それではせーの。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter、Instagram、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、ありゅー。よせ。まずいよ。今年の